宙の終わりについて考えるとき、真空崩壊ほど完全に恐ろしい終わり方はありません。この現象が起きれば、物理法則そのものが書き換えられ、存在する全てが一瞬で消滅します。この動画を最後まで見れば、私たちの宇宙がいかに微妙なバランスの上に成り立っているか、そしてそのバランスが崩れた時、何が起こるのかを理解することができます。量子場の神秘的な世界から始めましょう。私たちの宇宙は、空間のあらゆる点に存在する量子場によって形作られています。この量子場こそが、物質を構成するすべての粒子と、それらの間に働くすべての力を生み出す源となっています。量子場を理解するために、コムノアというアナロジーを考えてみましょう。宇宙の各点に小さなコムノアがあると想像してください。このコムノアを一方向に押すと、それは元の形に戻ろうとして振動を始めます。そして、各コムノアは隣接するコムノアとつながっているため、その振動は波として空間全体に伝播していきます。量子場には様々な振動モードがあり、それぞれの振動モードに対応する粒子が存在します。コムノアが様々な方向にねじれたり変形したりするように、量子場も様々な方法で振動することができます。通常、量子場はエネルギーが最小となる平行位置に戻ろうとします。物理学者はこれを場の値とエネルギーの関係としてグラフ化することが多いです。平行点から離れるほど、より多くのエネルギーが必要になります。これはちょうど、コムノアを変形させるためにより多くの力が必要なのと同じです。この概念をより身近に理解するには、くぼみの中を転がるボールを想像すると良いでしょう。ボールは平行点を中心に上下に揺れ動き、その高さを持っているエネルギーの量に依存します。ほとんどの量子場では、最小エネルギー状態は場の値が0の時です。例えば電磁波、光子の場合、電場と磁場はプラスとマイナスの間で上下するが、平均的な場の値は0となります。光子が通過した後、電磁場は0に戻ります。しかし、これらのルールを破る量子場が一つあります。それがヒッグス場です。ヒッグス場の最小エネルギー状態は、場の強さが0の場所ではありません。代わりに、ヒッグス場は実際の正の値を持つ平行値に落ち着こうとします。これは、宇宙全体がヒッグス性のスープで満たされていることを意味します。これを日常的な例で考えてみましょう。ほとんどの物体は床に置くと、重力によって最も低い位置に落ち着きます。この場合、最小エネルギー状態は床の上という明確な基準点があります。しかし、ヒッグス場は違います。ヒッグス場は、まるで床の上ではなく、床から少し浮いた位置で安定するようなものです。物理学的には非常に奇妙な性質ですが、この特性こそが私たちの宇宙が今の形で存在できる理由の一つなのです。2012年、欧州原子核研究機構、セルンの大型ハドロン衝突型加速器、LHC でヒッグス粒子が発見されたことは、このヒッグス場の存在を裏付ける重要な証拠となりました。ヒッグス粒子はヒッグス場の振動であり、その発見によって現代物理学の標準モデルの最後のピースが余ったと言われています。質量を持つほとんどの素粒子は、このどこにでも存在するヒッグス場との相互作用によって質量を獲得しています。今日知っておく必要があるのは、場の強さが0ではない最小エネルギー値を持つこの一つの量子場があるということです。そしてこれは、この最小値であってもヒッグス場が運ぶエネルギーは0ではないことを意味します。ここで問題が始まります。ヒッグス場にはさらに奇妙な特性があるかもしれません。それは、複数の可能な最小値を持つ可能性があるということです。これは、エネルギーと場の強さのグラフに複数のくぼみがあるように見えます。このような複数の最小値を持つ量子場は、これらのくぼみの一つに行き着き、そこに閉じ込められる傾向があります。くぼみの間を移動するためには、ボール、または量子場は、それらの間の障壁を乗り越えるのに十分なエネルギーを獲得する必要があります。これはビッグバンや、ブラックホール付近、あるいは十分に大きな粒子加速器のような極端なエネルギー環境では起こり得ます。しかし、このジャンプを起こす別の方法もあります。ハイゼンベルクの不確定性原理は、量子場の値を含むほぼ全てのものに基本的な不確かさがあることを教えてくれます。
これにより場の強度に変動が生じ、それが自発的に変化して、隣接するくぼみに閉じ込められる可能性があります。これを量子トンネル効果と呼びます。では、これはヒッグス場にとって何を意味するのでしょうか。一部の理論家は、ヒッグス場には少なくとも2つの最小値があり、それらの最小値は異なるエネルギー値を持つべきだと考えています。真の最小値、つまり真の最低エネルギー状態があり、それは場が選択肢を与えられた場合に時間を費やしたい場所です。そして、より高いエネルギーを持つ別の局所的な最小値もあります。偽の真空は準安定状態と呼ばれます。場がより安定した低エネルギー状態について知らない限り安定しているように見えます。やや心配なことに、私たちの宇宙のヒッグス場が現在これらの最小値のどれにあるのかはわかりません。この状況を理解するために、山の中腹にある小さな平らな場所に立っているところを想像してみてください。あなたはそこに立って安定していると感じるかもしれませんが、実は山のふもとにはもっと安定した場所があります。何かの拍子に足を滑らせれば、あなたは山を転がり落ち、よりエネルギーの低い状態へと移動することになるでしょう。私たちの宇宙も同様に、今は安定しているように見えても、実は偽の真空という準安定状態にある可能性があるのです。真空崩壊の可能性については、2018年に発表された研究によると、現在のヒッグス粒子とドットクォークの質量測定値に基づくと、私たちの宇宙はおそらく準安定状態にあるとされています。ただし、この結論はまだ確定的ではなく、継続的な研究が必要です。では、これらすべての潜在的に壊滅的な結果について考えてみましょう。まず、ヒッグス場が真の最小値にある場合、大した問題ではありません。空間の一箇所の場が偽の最小値にトンネル効果で移動したり、冷気されたりしても、すぐに真の最小値に戻るからです。これは水が氷点下でも凍らずに液体のまま存在する過冷却状態に似ています。純粋な水は0以下でも実は凍らないことがあり、何かの刺激、振動や不純物の混入などがきっかけとなって急速に凍り始めます。同様に、量子場が偽の最小値から真の最小値へ移行するためには、何らかのきっかけが必要です。しかし、ヒッグス場が真の最小値にある場合、逆方向への移行、真の最小値から偽の最小値へは自然には起こりにくく、たとえ局所的に起こったとしても、すぐに元の安定状態に戻ります。これは水が自然に氷から液体に戻ろうとしないのに似ています。氷を溶かすには熱エネルギーを加える必要があるのです。しかし、宇宙全体が偽の真空にある場合はどうでしょうか。その場合、トンネル効果のイベントはより劇的になります。偽の真空で満たされたヒッグス場を持つ宇宙を想像してください。空間の一点で量子トンネル効果のイベントが場を真の真空に落とします。これにより、周囲と比較してエネルギー的に有利な状態の小さな泡が生成されます。この現象を理解するために別の例を考えてみましょう。水面に油の膜が浮かんでいる状態を想像してください。その油膜のある一点が割れると、そこから穴が広がっていき、最終的には油膜全体が崩壊します。真空崩壊も同様に、一度始まるとその変化は止められず、宇宙全体に広がっていくことになります。2020年代の理論物理学の計算によれば、このような真空崩壊が起きた場合、その泡は高速で拡大していくと考えられています。これは宇宙で可能な最速の速度であり、警告信号が届く前に私たちは飲み込まれてしまうことを意味します。この泡の内部はすぐに周囲のヒッグス場を引きずり下ろそうとします。なぜなら、量子場は繋がっており、空間全体で隣接する点を引っ張り合うからです。これが振動が粒子として伝播する理由です。量子場がどのように連動しているかを理解するには、大きなスタジアムで観客が行うウェーブを想像すると良いでしょう。一部の観客が立ち上がると、隣の人も続いて立ち上がり、その動きがだんだんと広がっていきます。量子場もこれと似たようなメカニズムで変化が伝わっていきます。ただし、量子の世界ではこのプロセスは高速で進行し、一度始まると止めることはできません。物理学の最前線では、2022年の理論研究によれば、
この泡の境界面では非常に興味深い現象が起きる可能性があります。泡の壁では、旧来の物理法則と新しい物理法則が衝突し、一時的に非常に高エネルギーの状態が生まれるかもしれません。これは宇宙初期のビッグバンに似た状況を生み出す可能性があると考える理論家もいます。ただし、これは必ずしも即座の災害ではありません。泡の内部は拡大しようとしますが、泡の殻は実際にはエネルギー的に不利な状態にあります。それはヒッグス場の2つの最小値の間のこの不快な繊維状態にあります。実際、泡の壁は泡を再び崩壊させようとする一種の表面張力を経験します。初期の泡がある一定のサイズを超えると物事は厄介になります。泡が大きいほど、その内部が周囲に拡大しようとする力が強くなります。しかし、より多くの泡の表面も持つことになり、その拡大に抵抗するための表面張力も大きくなります。しかし、泡の内部は半径の3乗で増加するのに対し、表面は半径の2乗でのみ増加します。これを理解するために、風船を膨らませる例を考えてみましょう。小さな風船は膨らませるのが難しいですが、ある程度膨らむと急に膨らませやすくなります。これは、風船の表面、抵抗する力と内部の体積、膨らませる力の関係が変わるからです。風船の体積は半径の3乗に比例して増加するのに対し、表面積は半径の2乗に比例してしか増加しないからです。物理学的には、これは臨界半径と呼ばれる重要な概念を示しています。2023年の研究によれば、真空崩壊の泡の臨界半径は宇宙の歴史を通じて変化する可能性があります。宇宙の膨張に伴い、臨界半径も変化するため、真空崩壊の可能性は時間とともに変わるかもしれません。つまり、特定のサイズを超えると、泡の内部の上が支配的になり、泡は成長し、その成長は起き始めるとすぐに高速に近づきます。泡は止められず、ヒッグスが宇宙全体を通して真の真空に引きずり込みます。この現象は雪崩にも例えられます。小さな雪の塊が動き始めると、それが周囲の雪を巻き込んで大きな雪崩となり、止めることができなくなります。真空崩壊も同様に、一度始まると自己増殖的な過程で加速し、宇宙の果てまで広がっていくのです。最新の理論的研究では、この泡の拡大速度は正確に高速になる可能性が高いとされています。これは宇宙で情報が伝わる最大速度であり、これより速く移動することは相対性理論によって禁じられています。そのため、真空崩壊が実際に起きた場合、私たちはそれを事前に観測することはできず、変化の前線が到達したその瞬間に新しい物理法則の世界へと移行することになります。これが真空崩壊です。真空崩壊という概念は1970年代にシドニー・コールマンとフランク・デルチアーによって最初に提案されました。当初は純粋に理論的な可能性として考えられていましたが、現在では現代物理学の重要な研究テーマの一つとなっています。特に2012年のヒッグス粒子の発見以降、この理論的可能性の現実性が高まり、多くの物理学者がこの現象の詳細な分析に取り組んでいます。真空崩壊のプロセスは、宇宙論においても重要な意味を持ちます。宇宙初期の急速な膨張を説明するインフレーション理論においても、似たような相転移のメカニズムが関与していると考えられています。つまり、私たちの宇宙はすでに少なくとも一度、別の形の真空から現在の状態へと相転移を経験した可能性があるのです。これは量子場の相転移です。実際、それは物質で得られるような相転移と多くの類似点があります。例えば、水が沸騰すると水蒸気への相転移が起こります。その相転移も周囲に成長する小さな泡として始まります。水や量子場でのこれらの相転移泡の形成は、気泡覚醒性と呼ばれます。真空崩壊から生じる恐怖を復習しましょう。まず、すべてが焼かれます。ヒッグス場の崩壊で放出されるエネルギーは、拡大する泡を熱く超エネルギーの粒子で満たします。これは沸騰水の鮮熱に保持されているエネルギーが気体分子の運動エネルギーに放出されるのと似ています。この超高エネルギー状態は、ビッグバン直後の宇宙の状態に近いものになるでしょう。その温度は1兆度を超え、
通常の物質は存在できません。原子は愚か、原子核や鉱区のような素粒子さえも分解される可能性があります。最近の研究では、このエネルギー放出がどれほど激しいものになるかについての計算が進んでいます。2024年の理論研究によれば、現在の宇宙の質量エネルギー密度と比較して、真空崩壊時に放出されるエネルギーは、10の数十乗倍にも達する可能性があるとされています。これは、宇宙のすべての星が同時に超新星爆発を起こすよりもはるかに激しいエネルギー放出です。しかし、それが最悪ではありません。前述したように、ヒッグスが素粒子に質量を与えます。これらの質量は場のエネルギー、いわゆる真空気体値に依存します。場のエネルギーを下げると、素粒子の質量が減少します。恒星が形成され、核融合を起こす能力、科学が現在のように機能する能力は、素粒子の毒性に敏感に依存しています。生命や構造は我々が知っているようには存在し得ず、全く存在しない可能性もあります。私たちの宇宙が奇跡的に生命を支えられる理由の一つは、基本的な物理定数が非常に精密に調整されていることです。例えば、電子の質量や電荷、強い核力の強さがほんの少し変わるだけで、安定した原子は形成されず、化学反応も起こらなくなります。平易な例えでこれを理解するなら、精密なレシピを考えてみてください。料理の材料の分量がほんの少し変わるだけで、料理は台無しになることがあります。宇宙も同様に、基本的な材料の分量が正確でなければ、今の宇宙は存在しないのです。真空崩壊が起きると、この精密に調整されたレシピが完全に書き換えられます。新しい真空状態では、電子の質量や電磁力の強さなどの基本的な物理定数が変化し、原子の構造そのものが不安定になる可能性があります。そうなれば、物質は分解し、光も現在とは全く異なる振る舞いをするでしょう。私たちが知っている宇宙の法則は完全に書き換えられるのです。ヒッグス場の崩壊を超えて、他の可能な真空崩壊のタイプもあることも付け加えるべきです。例えば、原理論内に偽の真空状態に存在する奇妙な場があるかもしれません。それらの崩壊はより劇的な方法で物理法則を書き換える可能性があります。これらすべてはかなり悪そうに聞こえますが、これは実際に起こり得るのでしょうか。原理論では、私たちの宇宙は多次元空間に存在するブレーンと呼ばれる構造の上に存在すると考えられています。この理論によれば、私たちが認識している3次元空間の他に、さらに67次元の巻き込まれた次元が存在する可能性があります。これらの余剰次元の形状と性質は、私たちの宇宙の物理法則を決定する重要な要素です。原理論における真空崩壊は、これらの余剰次元の形状が変化することを意味します。これはヒッグス場の崩壊よりもさらに根本的な変化であり、4つの基本的な力、重力、電磁力、強い核力、弱い核力の性質そのものが変わる可能性があります。2021年の理論研究では、このような変化が起きた場合、物理法則は完全に書き換えられ、現在の宇宙とは全く異なる性質を持つ宇宙が誕生する可能性が指摘されています。ただし、原理論はまだ完全に検証された理論ではなく、これらの可能性は純粋に理論的なものであることを念頭に置いておく必要があります。まず、私たちが本当にこれらの厄介な偽の真空の一つに住んでいるかどうか尋ねてみましょう。そして、その真空が崩壊する可能性があるかどうかについて話しましょう。ヒッグス場が実際に複数の最小値を持つと仮定すると、問題は我々がどの最小値にいるかということになります。真のものか、偽のものか。実は理論家たちは確信が持てないでいます。ヒッグス場の形状は、ヒッグスから質量を獲得する粒子の精密な測定によって決定できます。最も重要なのはヒッグス粒子自体と、最も質量の大きい素粒子であるトットクォークです。そして、これらの質量の測定値によると、我々はおそらく偽の真空にいます。しかし、実際には境界に非常に近いです。我々は真の真空にいる可能性もあり、それは良いことですが、悪い偽の真空にいる可能性の方がやや高いです。
ヒッグス粒子とトップクォークのさらなる研究が、これを解明するのに役立つはずです。次の疑問は、真空が本当に崩壊する可能性があるかどうかです。崩壊が可能である限り、それは避けられません。任意の瞬間において、空間の一部が偽と真の真空の間でトンネル効果を起こす可能性は小さいですが実在します。十分に待てば、それは起こるでしょう。幸いなことに、実際に成長し続けるのに十分な大きさの真の真空の泡がランダムに形成される確率は非常に小さいです。物理学者たちはまだ単一の時間スケールで合意に達していません。それは、我々の観測可能な宇宙のどこかで、そのような泡が現れる可能性があるとして、現在の宇宙の年齢から宇宙の年齢の10の数百乗倍まで多岐にわたります。つまり、かなり起こりにくいものから途方もなく起こりにくいものまでです。しかし、あまり安心しないでください。エネルギーの最小値の間を飛び移る別の方法があることを覚えておいてください。空間の一部に十分なエネルギーが注入されると、ヒッグス側はトンネル効果なしで最小値の間を飛び移ることができます。これを加熱された水に塵の粒子を落とすようなものです。これにより気泡核生成のための場所が提供され、水全体が急速に蒸発します。LHC のような巨大な粒子加速器が真空崩壊の泡を核生成するのではないかという恐れもありましたが、それは根拠のないものでした。結局のところ、地球は常に LHC が生成できるよりもはるかに高いエネルギーの宇宙線を浴びています。そしてまだ消滅は起きていません。全体的に見て、真空崩壊の泡が我々の種の寿命内、ましてや我々自身の生涯内に到達する可能性は非常に低いです。もちろん、無限または十分に大きな宇宙では、真空崩壊はどこかですでに始まっているに違いありません。しかし、我々が十分に遠く離れている限り、安全です。現代の宇宙論によれば、観測可能な宇宙の直径は約930億光年とされています。しかし、宇宙全体の大きさはこれよりもはるかに大きい、あるいは無限である可能性があります。インフレーション理論に基づくと、観測可能な宇宙の外側にはさらに広大な領域が存在し、そこでは真空崩壊がすでに始まっているかもしれません。この考えを別の角度から見てみましょう。広大な砂浜で、ある一点から波が広がっていくとイメージしてください。その波が私たちのいる場所に到達するまでには非常に長い時間がかかります。同様に、遠く離れた場所で始まった真空崩壊の波が私たちに到達するには、数十億年、あるいはそれ以上の時間がかかる可能性があります。さらに興味深いことに、2023年の研究では、宇宙の加速膨張が真空崩壊から私たちを永久に守る可能性があることが示唆されています。宇宙の膨張速度が光速を超えて空間を引き伸ばしている領域では、真空崩壊の泡が私たちに到達することは原理的に不可能になるのです。真空崩壊が数十億光年以上離れた場所で始まれば、宇宙の加速膨張により、泡の成長がほぼ高速であるにもかかわらず、我々は消滅の泡から離れていきます。そしてこれは、もう一つの安心できる事実につながります。真空が我々の宇宙地平線内で崩壊した場合、我々はそれが来るのを決して見ることができません。なぜなら、拡大する泡を追い越して我々に警告を与えるような光はないからです。物理学の世界では、私たちが住んでいる宇宙の安定性についての研究は続いています。ヒッグスが真の真空状態にあるのか、それとも偽の真空状態にあるのかを正確に知るためには、より高精度な測定と理論的な進展が必要です。これまでの研究から、私たちの宇宙は奇跡的なバランスの上に成り立っていることが示唆されています。ヒッグス場の振る舞いを理解するためのより直感的な例えを考えてみましょう。丘の斜面にある小さなくぼみにボールが置かれているとイメージしてみましょう。このボールはヒッグス場を表しています。現在、ボールは安定しているように見えます。しかし、実はその下にはより深いくぼみがあるかもしれません。何らかの理由でボールが現在のくぼみから転がり出し、より深いくぼみに落ちれば、エネルギーが放出され、そのエネルギーは周囲に波及していきます。真空崩壊のプロセスをさらに詳しく見てみましょう。
ヒッグス場が偽の真空にあると仮定した場合、量子トンネリングによって場の一部が真の真空に移行すると、エネルギー差によって泡が形成されます。この泡の内部と外部の間のエネルギー差が十分に大きければ、泡は拡大し続け、最終的には高速で宇宙全体に広がっていきます。この泡の拡大過程は、物質の総転移と多くの類似点を持っています。例えば、過冷却された水が凍る過程を考えてみましょう。水温が氷点下になっても、水分子はすぐには氷の結晶構造を形成しません。しかし、小さな過去、種が形成されると、そこから氷の結晶が急速に成長し、やがて液体全体が凍りつきます。真空崩壊の泡の成長もこれと似たようなプロセスで進行します。真空崩壊による影響の範囲は、高速で拡大する泡の速度によって制限されます。現在の宇宙論的モデルによれば、宇宙は加速度的に膨張しています。そのため、十分に遠い場所で真空崩壊が始まった場合、宇宙の膨張速度がその領域を私たちの宇宙地平線の外側に押し出す速度の方が、真空崩壊の泡が私たちに到達する速度よりも速くなる可能性があります。これは、少なくとも私たちの宇宙の一部が真空崩壊から永久に守られる可能性があることを意味します。しかし、真空崩壊が比較的近い場所で始まった場合、私たちはその到来を決して知ることができません。なぜなら、真空崩壊の前線は高速で移動し、その前線を越えて光が伝わることはできないからです。つまり、警告信号が届く前に、私たちはすでに新しい物理法則の領域に飲み込まれてしまいます。このような宇宙的な脅威を前にすると、私たちはどのように対応すればよいのでしょうか。実際、真空崩壊の可能性は極めて低く、人類の存続期間内に発生する確率はほぼゼロに近いです。さらに、私たちにはこのプロセスを止める手段もありません。それは宇宙の基本的な性質から生じる現象だからです。とはいえ、真空崩壊の研究は私たちに宇宙の本質についての深い洞察を与えてくれます。私たちの宇宙が存在し、私たちがその中で生きているという事実自体が、量子場の性質が生命を可能にするような特別な状態にあることを示しています。それは、私たちの宇宙が非常に特別な場所であることを改めて認識させてくれます。真空崩壊のような宇宙の終末についての研究は、単に恐怖を煽るためのものではありません。それは私たちが住む宇宙の基本的な性質を理解し、物理学の最も深い謎に迫るための重要な一歩なのです。私たちの宇宙は、無限の時間を生き続けるわけではありません。しかし、その終わりがどのような形をとるにせよ、現在の宇宙の状態とその将来の可能性を探求することで、私たちは存在の神秘についてより深く理解することができます。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。